皆様、こんにちは。シスコシステムズの中村です。本日は8分でわかるシスコセキュアファイアウォール FMC 管理を利用した暗号化通信が丸裸 SSL ディクリプションについてご紹介させていただきます。まず皆様にお願いがございます。暗号化通信はセキュアな情報が多数含まれています。そのため複合機能の悪用は厳禁です。脅威やマルウェアからシステムとユーザーを守るためにぜひ使ってください。では、なぜ SSL ディクリプションが現在必要なのでしょうか。インターネット通信の約9割が HTTPS や QUIC といった暗号化通信が使われていると言われています。フィッシングサイトも半分以上が HTTPS を利用していると言われています。マルウェアの感染や情報流出も暗号化通信経由というのがですね、日常的になってきております。このような中、SSL ディクリプションを利用することで暗号化通信も複合しテキストに戻し、脅威検知や防御が可能になります。では、利用シーンと構成の説明です。今回は、社内端末とインターネット間の HTTPS 通信を複合し、マルウェアファイルの交換や不正な通信がないかの確認やブロック方法について、FMC 管理の FTD で行う方法を紹介いたします。また、証明書は今回、自己証明書を利用した手順をご紹介します。コーポレート CA を利用した手順については、本動画の説明を参照してください。では、早速ですが、デモを見てみましょう。こちらは FMC にアクセスした画面です。まず、証明書の設定を行うために、オブジェクトからオブジェクトマネージメントの PKI のインターナル CA 図からですね、Generate CA ボタンを押します。こちらで任意の設定ができますので、例えばですね、はい、こちらのようなですね、設定を入力してから Generate Self Signed CA というですね、ボタンを押します。あとはですね、作成しましたインターナル CA のエディットボタンを押していただきますと、ダウンロードボタンが表示されますので、こちらをクリックいたしまして、任意のパスワードを入れてあげます。今回は Cisco というですね、パスワードを入れてみようと思います。はい。これでですね、証明書のダウンロードが可能でございます。次に、ダウンロードした証明書を任意のクライアントにインポートします。今回は私の利用している Windows 10にインポートしてみようと思います。ダウンロードした証明書をダブルクリックしていただきまして、現在のユーザーのパスワードはですね、ダウンロード時に入力していただいたパスワードを入力します。今回は Cisco です。そして証明書をすべての次のストアに配置するをクリックしてからですね、参照先が Windows 10の場合は、信頼されたルート証明機関にインポートをしてください。こちらで完了です。また、FMC に戻りまして、次は SSL ポリシーの設定に移ります。設定するためには、ポリシーズから SSL を選択し、新しい SSL ポリシーを作る場合には、New ポリシーをクリックします。任意の名前でポリシーを作りまして、アットルールから今回は私の端末の通信をすべてデクリプトするルールを設定してみようと思います。私の端末の IP は 192.168.0.201 ですので、こちらのデクリプトというですね、設定を入れています。アクションはデクリプトリサインを選択し、CA をですね、先ほど設定したものを選択してください。そしてネットワークから私の IP アドレスを入れてあげることで、送信元が 192.168.0.201 からのすべての通信はデクリプトされるという設定が可能です。およびロギングタブ
からですね、ログアットエンドボコネクションを残すようにしてください。これで SSL の通信ログを残すことができます。そして設定した SSL ポリシーをセーブする前に、最後のですね、デフォルトアクションをしっかり確認してください。Do not decrypt がおすすめです。こちらの設定をしていただくことによって、この上のですね、ルールにマッチしない通信が全て Do not decrypt 複合されないというですね、処理となります。暗号化通信の複合は非常にパフォーマンスが高いので、必要な通信だけデクリプトする、複合するというですね、メリハリが大事です。デクリプションの動作確認は、エーカーのテストサイトの利用が非常に便利です。エーカーのテストサイトでは、HTTPS を利用したマルウェアファイルのダウンロード試験をすることができます。通常、HTTPS で暗号化されてますと、データが暗号化されてますので、アンチマルウェアや IPS で検知が難しいです。しかし、今回、デクリプションが有効になっておりますので、ダウンロード時のマルウェア検知をすることができます。実際にダウンロードをしてみようと思います。はい、ダウンロードができませんね。そして、接続がリセットされましたというのが出ます。FMC に戻り、どのように検知されているのか見てみようと思います。FMC にアクセスして、アナリシスのユニファイドイベンツを見ていただくことによって、一連のログを確認することができます。今回の場合ですと、はい、こちらのところですね、マルウェアでブロックされていることが確認できます。ダブルクリックしていただきますと、詳細を確認できまして、SSL ステータスがデクリプションのリサインによって解読され、その後ですね、エーカーの aker.com テキストファイルがマルウェアとしてですね、判別されて、マルウェアブロックされているというログを確認できます。最後に、運用時のポイントの説明となります。まず、必須ではないのですが、証明書はクライアントにインポートしましょう。また、SSL デクリプションはパフォーマンス影響が大きい機能ですので、全通信で複合を有効化するとパフォーマンスが大きく下がってしまいます。そのため、プライベート通信の複合を下げたり、複合する通信のメリハリをつけてください。例えば、評判の良くないサイトや国外との通信を優先して複合化し、逆にマイクロソフトやシスコとの自動アップデートの通信については複合しないといったですね、メリハリ付けが重要でございます。ご視聴ありがとうございました。今後も役立つコンテンツを継続投稿していきますので、ぜひ高評価やチャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。